私は昨年64歳になりました。この年齢になったことに特別な思いがあります。なぜかというと、兄は63歳で突然亡くなったからです。人は年を重ねてやがて終わるものだとどこかで思っていました。でも現実はそうとは限りません。私は今、兄が生きられなかった時間を生きています。兄の人生は63歳で終わりました。でも私は今日もその先を生きている。今日は64歳になった今、私が感じている等身大の死生観についてお話ししたいと思います。こんにちは、望月です。私は61歳で完全にリタイアして、現在64歳です。このチャンネルでは定年前後のお金の話が中心ですが、お金と同じくらい、いやそれ以上にリアルに感じていたものがありました。それは時間です。夜中に何度も目が覚めたり、歩きすぎると古傷が痛んだり、血圧は一時190まで上がり、今は高圧剤のお世話になっています。そんな変化は老いによるもの。健康で自由に動ける時間は徐々に減っていくもの。そう思っていました。でもその考え方はある出来事で変わりました。それが兄の死でした。私は子供の頃、かなり貧しい家庭で育ちました。父親は私が小学生の頃に蒸発し、母と兄、2人の妹と生活保護で暮らしていました。その後、母と兄が本当に必死に働いて、東京の郊外に小さな一戸建てを手に入れました。私はそれを見ながら育ち、やがて独り立ちして家庭を持ちました。家族に不自由はさせまいとがむしゃらに働き続けました。実家には年老いた母と独身の兄の2人が暮らしていました。ところが私が55歳の時です。いろいろなことが一気に押し寄せてきました。会社では役職定年で子会社に出向。仕事の責任は増えたのにやりがいを見失っていました。そしてその頃、母が倒れて亡くなり、その後を追うように兄も急死してしまったのです。九州の母の実家に旅行中の本当に突然の出来事でした。去年63歳でした。役職定年、出向、母の死、兄の死、そして誰も住まなくなった実家の整理。あの頃は正直絶望の中にいました。人ってこんなにあっけなく終わってしまうのか。そして今、私は64歳。兄の年齢を超えてしまいました。母と兄を見送ってから、私の中には消えない後悔があります。
母が倒れて病院に駆けつけた時、もう言葉は交わせませんでした。私は1週間ほとんど眠らず、ただ手を握ることしかできませんでした。ありがとう。よく頑張ったね。たったそれだけのことが言えなかったことを今でも後悔しています。そして兄、亡くなる数日前、一緒に外食した時のことです。私は軽い冗談のつもりでこう言ってしまいました。リタイアしたらケチになったね。兄は翌日、母の実家がある九州へ旅行に行き、そのまま帰ってきませんでした。あの一言が最後の会話になりました。本人は気にしていなかったかもしれません。でも私の中には今でも残っています。私たちはつい明日も今日と同じ毎日だと思ってしまう。でもどんな平凡な日でもそれが最後になることがある。それを私は家族の死で痛いほど思い知らされました。私が再雇用を半年で辞めて61歳で完全リタイアした理由、もちろん会社の居心地が良くなかったこともあります。でも本当はもっと単純です。元気に動ける時間と家族と過ごす時間は思っているほど長くないかもしれない。そう思ったからです。65歳になってから楽しもう、そう思っているうちに突然終わる人生もある。それなら多少お金が減ったとしても体が動く今を大事にしていきたい。ギターを再開して弾いてみる。妻と町中華で食事する。近所の公園を散歩して季節を感じる。特別なことではありません。でも私にとってはそういう時間こそが本当にやりたかったことでした。兄が63歳で止まった時間を私は今日も一日上書きしている。あの世にお金は持っていけない。兄の相続手続きをしながら本当にその通りだと思いました。もちろん生活にはお金も大切です。でも最後に残るのは通帳の残高ではなく、誰かと過ごした時間や心に残る思い出なのかもしれません。今日一日を無事に終えていい日だったなと思えたら、それだけでもう十分なのかもしれません。私はこれからもこの地味でも愛おしい何でもない日常を積み重ねていこうと思います。皆さんは老いや残された時間、どんな風に感じていますか？よかったらコメント欄で聞かせてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録、ハイプもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。 세상은
ね